どうもこんにちは、レンズ工作士です。今日も工作をやっていきましょう。今日はですね、新春特別企画ということで、10種類の繊維材を集めまして、それぞれがどういう特性があるのかということを完全解説していきたいと思います。でかなりね、今回もお金をかけた企画になっておりますので、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。実はこの繊維っていろいろあるんですが、この違いについてあまりよく知られていないので、 FRP の F は何か言いますとファイバーになるんですね。なのでファイバーが入っていなければ FRP とは言えないということになります。本質的にはですね。このぐらいこのファイバーって実は非常に重要なんですが、いまいち適材適所に使われていないという歴史がありますので、今日ね、この動画を最後まで見ていただければ、適材適所で無駄なお金を払うことなく最適な加工ができるようになると思います。ではですね、この10種類以上実は用意したんですが、一つずつ解説をしていきます。で実際ね、この表面をどういうものか見ていただくと非常によくわかると思うので、見ていただきたいなというふうに思います。まずは一番オーソドックスなガラスマットでございます。こんな感じですね。これ製法が実は特徴がありまして、この糊の上にですね、この繊維をバラバラ振りかけていくんですよね。こういうシート状に固めてある。なのでここに糊分がついてるんですが、粗悪品っていうのが実は出回ってまして、で見た目は分かんないんですけど、糊の量がですね少なかったりとか、それはあんまりいいものを使ってないとどうなるかというとですね、これが風とかで炙られてですね飛んでいくんですよね。これが今こうできてますが、見えますかね。もう持ち上げてますけれども、これはスポンと抜けてしまう。そうすると何が起こるかっていうと、屋外で作業した時にこのガラス線が方々に飛び散ってしまうということになります。なので、きちっとしたものをできれば購入した方がいいと思います。よくですね、このシャープ380って書いてありますが、これ何を意味しているかと言いますと、このマットの目方、重さになりますね。1メーター角、1メーター角での重量が 380g のものが380、450のものが450。ということはですね、この膜圧が厚ければ厚いほど、分厚い FRP ができるということになりますね。この厚みが変わってくるということです。約2割ぐらい大きくなってきます。で、これ先ほど風で飛ぶよって話したんですけども、それを極限まで抑えてあるのがこのエマルジョンタイプになります。糊はですね、改良したというものになります。この糊がですね、違うんですよね。ちょっと分かりますでしょうか。色がちょっと違いますね。まずこれエマルジョンはちょっとしっとりした感じになってます。これはよりパリッとした感じで、粗悪品はこれやったとかにバラバラこぼれてきますので、こういう違いがあります。でもう一個違いが実はありまして、この糊が改良されてあるんですが、この樹脂が溶けやすいんですよね。溶けやすいのでバーッと浸透していくっていう意味で作業性がいいのと眼視性が高いというのがあります。曲面に馴染みやすいんですよね。より曲面に馴染みやすいのはこのエマルジョンの特徴になっています。ただね、よじった時にこの目がずれやすいので、そういう意味ではこの普通のガラスマットがベランダなんかでよく使われていますね。はい、ではガラスクロスいきましょう。でガラスクロス、これ100番200番がありまして、それぞれどう違うか。で後からですね、この商品自体を、後でですね、皆さんが見ていただけるように概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てみてください。これが100番です。これ100番ですね。で200番もこちら。
これ100番と200番。これ100番ですね。100番はこんな感じ。こんな感じですね。で200番はこんな感じです。ちょっとこわっとしています。で単純に表量が倍なので、厚みも倍ぐらいになります。これがガラスクロス。100番、200番。そして、薄いものがありまして、実はこれはサーフェスマットという。サーフェスって表情とかですね、表面みたいな英語になります。で、最後に樹脂に実際眼心してみてですね、で、どういう仕上がりなのかっていうのも、今回の動画か、もしくは次の動画で皆さんにお見せしたいなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。では、サフェース30番ですね。で、サフェースはどういうところに使うかっていうと、もうこれはもう表面一択です。表面一択です。で、この FRP をやるとですね、ここの目がですね、ガラス繊維の目が出てしまうので、これをこうやることによって、この目を消すというような使い方をよくされますね。で、あとはですね、耐食工事なんかで表層だけ別の、樹脂ですね、耐薬品性が高い樹脂をやるときなんかに、この層を一発引くことでガード層をすることができます。で、これ目方30番なので、大体これの12分の1ぐらいですね、目方が。非常に薄いものになります。これ単体だとちょっと防水になりませんが、そのようなものになります。なので、サフェースは見た目重視のものになります。で、一方で、この機能重視、ローピングクロス。で、これはですね、もう圧倒的にこう分厚いんですね。570度ですね。約600グラムぐらいです。結構ゴワゴワして、こんな感じになります。で、これらの最大のメリットは何かというと、引っ張り強度ですね。引っ張り強度がものすごく高いので、縦横の引っ張り強度を上げる目的で使ったりします。あとですね、厚みを持たしたい場合とか、単純に強化用ですね。で、曲げ強度なんか上げるのにこっちで、引っ張り強度はこっちみたいな形で複合することによって、いろんな用途の強いものができます。とにかくこの引っ張り強度っていう時はロービングクロスを使うといいかなと思いますね。はい、では次ですね、バサルトファイバーになります。バサルトファイバーは耐熱性に優れた素材になります。比較的コストもお値打ちでできるので、そういった用途に使うバサルトファイバーになります。あとね、土なんか埋め込んでも非常にいいになります。はい、では次がカーボンクロスですね。カーボンクロスはこんな感じになりまして、折り目が2つあります。で、1つは平折りですね。平折りのクロスがこちらになります。こんな感じですね。非常にゴワゴワしてるんですけど、目が綺麗ですよね、やっぱりね。美観用にも使ったりするカーボンになります。高級感もありますね。綾織りですね。これが綾織りになります。で、ちょっとね、こういう感じで、パターンがね、決まってるので、こんな感じで折ってあります。これもね、最後、少し見ていただけるかなと思います。で、これ炭素なんですが、ものすごいですね、これ強度が出るんですね。これなんでかというと、炭素結合方式により、他のものよりも圧倒的に強度が出るので、結果的に薄くできるんですよね。なので、航空機とか、そういうものに使われているっていうのは、で、最後にこれアラミドになります。これもねですね、非常にこう摩耗性がめちゃくちゃ強いのがこのアラミド繊維になります。ケブラーなんて言ったりしますけどね、タイパンクベルトであったりとか、防弾チョッキであったりとか、そういう超特殊用途に、結構使われている。需要としては
そこまでではないですけど、結構使われているものになります。はい、ではこれ最後にですね、これ解説を終えた時点で、一覧表にしてですねしたいなと思います。でもう一点はこの、ものを実際に樹脂で固めて、どんな感じになるかやってみたいと思います。いつもありがとうございます。コンテンツが気に入りましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しく思います。また、応援ありがとうございます。コメントいつも楽しみにしております。